暗黒の破壊神闇のラジオ編。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編、通称闇ラジ。この番組のパーソナリティダークシュナイダー役の谷山紀章です。1月25日ですね。さあ BS11 にてテレビ放送始まっております。皆さん見てくれてるかな？昨日は第3話が放送されました。そして来週放送になる第4話は監督もお気に入りのあのシーンがあるので絶対に見てくださいね。第4話までですまでじゃないかすいません。はい、まあちょっとね、気にしていただけると嬉しい。毎週火曜日25時、BS11 でリアタイ視聴してくださいね。まあオープニングなんで最近の近況みたいなの言いたいんですけど、まあ言っちゃうとまだ2022年で12月13日なんですね。もうまあなんだ、懸命なリスナー諸君はもうそんなのはね全然わきまえてますよってね。なんせワールドカップがまだ決まってないんです、チャンピオンが。でなんなら今日の夜ね、井上尚弥さんがポール・バトラーと4団体統一に向けてね戦うの、それを見なきゃいけないんですけれども、僕の予想は見事に外れてしまいました。すいませんでした。イングランドというふうに、私予想したんですが、優勝の国王ですね。いやー、準々決勝ベスト8からベスト4を決める戦いで王者フランスと戦って激闘の挙句結局、負けてしまって惜しくも散ってしまいました。ただやはりボールの支配率とか見るにやはりとてもいいチームで、しかも若いですね。ベテランと言われてた主砲ハリー・ケインも29歳ですから、まだ彼もあと4年後33歳でやれますからね、おそらく。メッシ、クリロナあたりはもうこれで引退でしょうけれども、代表は、非常に楽しみな若いイングランドだと僕は思いました。あとベスト4出揃っちゃってるんで、ここから優勝予想してもしょうがないんだけど、ここまで来たらメッシ率いるアルゼンチンというか、メッシにワールドカップを手にしていただきたいなという、スポーツファンとしてはねこのように思いましたかな。あとね、井上チャンピオンは何ラウンドで KO 決着を決めてくれるのかっていうところが目下の焦点ですね。あとは競馬は次が朝日杯か、フューチャリティステークス来週今週末この間だから2歳牝馬のチャンピオンを決めたけど強かった。あいつは強かった。もう多分来年の3歳三冠クラシック女子のね、女子が牝馬の取るんじゃないかなと思ってますね。そのぐらい抜けてました。はい、いっか。 NBA は話すと長くなるんで、だから僕の本当に推しチーム3チームあるけど、ペーサーズが思ったより良くていいですね。プレーオフいけるかもしれない。あとナゲッツ、ジャマール・マレーが本当に、だいぶ復活できたのは嬉しいなということですね。何のラジオになってんのかっていう話になりますから、今そろそろね、番組に戻りたいと思います。コンセプトに、この番組はアニメバスタード暗黒の破壊神の魅力を伝え、全ラジオ界の支配者になるための番組。バスタードファンの皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思いますが、これが最終回、ひとまずのね最後まで、ちょっとおしゃべりしていきたいと思います。リスナーのあなたもメールや SNS で参加してください。ツイッターの方はすべて小文字ハッシュタグバスタードアンダーバーラディオをつけてつぶやいてください。一緒に伝説を作りましょう。そしてそうですね、今回の配信で一旦終わりなんですけれども、短い間ではございましたが、毎回そのゆかりのあるキャストの方々ね、スタッフ、プロデューサー、監督、来ていただきまして、いろいろお話聞けたのは、がっつり主人公として関わっている身としては、やっぱ興味深い話もあったし、やらせていただいてよかったなっていうふうに思いますね。より、原作への作品への、バスタードというね、関われたことが喜びになりました。本当に皆さんありがとうございました。前回に引き続き、素敵なゲストにお越しいただいております。公式のラジオとして気になるアニメ第2期の貴重なお話を引き出したいと思っておりますね。この後すぐのご登場です。お楽しみに。アニメを見てからラジオを聞くもよし、ラジオを聞いてからアニメを見るもよし、それぞれのスタイルでお楽しみください。それでは始めよう。メイス。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りするぜ。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。
さあここからはゲストと一緒にお送りしていきたいと思います。前回に引き続きこのお方です。アニメバスタード暗黒の破壊神監督の尾崎隆治です。よろしくお願いします。そしてプロデューサーのワーナー鶴岡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで先週に引き続きのご登場ということでございますけれども、何でも一応台本通りいきましょうか。今日1月25日っていうのはですね、日本最低気温の日だそうですね。そうなんですね。1902年ということはもう100年以上前、121年前、北海道旭川で公式記録マイナス41度をマークしたのがこの日だと。 1.25 確かにね。さあヒグマも眠るわなっていう感じしますけどもね。日本で行くんですね、ここまでね。マイナス41ってどういう世界なんだろう。僕ね実は北海道出身で、そうなんですね。41はすごいですけど、マイナスあんまりどうってことない。本当なんですね。どの辺まで怪しいですけど、どの辺まで体感されたことある。北海道ね体感というかねインチキというか、もう部屋でガンガンストーブを焚いて聞いたことある。服ももう分厚いの着るんで、寒さっていうより完全防備ですね。すごいらしいですね。だから東京の方がね体感はやっぱ寒いイメージがありますね。それ北海道の人は本当に言う。いや東京寒って言うの。いやいやちょい寒いですね。だってマイナス何度とかですよね。あれはね本当にね下手したら外出たらタオル風呂入ってタオル回すとカチンコチンなんですよ。で鼻の中がペタペタひっついて。怖え。だからねなんかねそこまで行くともう厚着ともう部屋も暖かくするんでもう全然そういうので。でもマイナス10度ぐらいは全然普通にあったんですか。全然そうですね。僕はもうなんだろう網走に近い北見ってとこなんですけど、ちょっと結構ね雪の量よりも寒さの方なんですよ。どっちかというと。なんか凍えるようなね。じゃあ寒さ強いんですね。寒さはね北海道の寒さは強いですね。東京の寒さはダメです。また別なんですね。別なんです。俺あそこが寒いと思った。仙台の冬。そう仙台むちゃくちゃもうなんか切るぐらい痛いぐらい寒いですね。冬に行ったんですか。冬の仙台はそうなんか一回牛タン食べに行って日帰りで何年前だったか忘れたけど寒かった。顔が痛いとか。北海道はでも俺札幌と函館ぐらいしか行ったことないけど、でもなんかそうすごいですよね。雪に強い当たり前なんでしょうけどね。街自体が雪に強い。慣れてるから。雪の質もなんか全然そうなんですよね。パウダースノーでしたっけ。そうだから東京で1回2回雪年にね降ることありますけど、あの時ねつるつる転んで怪我したってニュース結構ありますけど、北海道からするとなんで靴から違うんですよ。靴の裏底とか歩き方とか。確かにそうなんだろうな。まあそんなわけでございまして、もう皆さんもね、寒さ対策をされて。そうですね。寒くなってきましたからね。違う、この話題はでもあれか今じゃないのか。そうですね。1月25日です。1月25日か。最近寒くなってきたなみたいな話してももう寒いんです。ぶっちぎりでそんな中でございまして。前回はですねアニメ1期こちらを中心に振り返ってお話を伺いました。第24話ですね。血だらけの陽子さんで終わるという衝撃的なラストを迎えたわけでございますけれども、最後にちょっとだけ新キャラとか魔戦将軍侍ちょっとだけ出たんですよね。そうですね。で次にこうなんかかかる期待みたいなね、なんかワクワクさせちゃうんじゃないこれみたいなね。で皆さん気になってるところだと思います。いよいよここから2期入ります。この辺をですね中心に聞いていきたいと思うんですが、早速今年ですよね。2023年ネットフリックスで配信も決定しておりますが、そうですね。もうぶっちゃけどうすか制作の進捗聞かない方がいいですか。今まさにね佳境ですよね。そうですね。その本編の作画とかその中身を作るという面ではアフレコはもうほとんど進んでて、音響の方はもうだいぶ終わってるんですけど、そうですね。もう絵の情報量がもう多すぎて、あと衣装とキャラも多すぎてすごいですよね。もうねどうしたらいいのか困ってます。ですよね。いやそうなんですよ。そんなわけでね、特番でもねお話ししましたけど、あれなんですよね。もうとにかくキャラがめちゃくちゃ出てくるんですよ。そうなんですよね。急に出てきますね。そうなんですよ。2期になってその地獄の鎮魂外編で、このキャラがたくさん出てきて、その侍軍団側と魔戦将軍側で、それぞれダークシュナイダーとカルスを棟梁にしながらの図みたいなのがすごくこうキャラの配置もいいし、原作でも一番この地獄の鎮魂外編8巻から12巻が人気だったと言われているぐらい人気がある章にはなりますね。そうですね。でこっからそれこそ
アンスラーサックス、沈黙を守っていたアンスラーサックスの、いやそうですよやっと来ましたね。やっと来ますよ、喋りますよ、だからアニメ班大変だなっていうねそうなんですよ。できれできればば動かすのかみたいなあれねできれば起きないでほしいなっていうね。眠ったままに監督言っちゃった眠らしといてくれ。眠らしといてくれ一応眠っている時はね、例えばそうなんですよ CG とかでこう作ったりとかいろんなやり方があるんですけそうなんど、まあね動き出すとね、まあ、うんそもそもね復活して世の中がどうっていう話ではありますからね、そう避けれないのかなというね、うん部分もありますけどね避けちゃダメですよ確かにこんだけてくださいこんだけ前振りして復活しませんでしたっていう眠ったままで終わったとなんか行かないのみたいなそんなファンタジー漫画ないですからねそうなんですよね。どう先ほどキャラが一挙増えるっていうね、2期からありますけども、どうですかお二方にとってそれぞれの今でいうとこの推し面というか、はいはいはいなんかこのキャラ好きだなっていう、あります監督。僕ね結構ミーハーで、うんど真ん中、うん今回の新キャライングベイ、イングベイね一番上に来るようなねそうなんです新キャラで、そう24人もちょっと出てますよね。そうなんですよ、うん本当はねそうなんですよマニアックなキャラどっかにいて、俺はこれだぜって言いたかったんですけど、これアニメ化していろいろ声当てたりとかね、はい絵作っていく上でイングベイがなんかすごい好きになっちゃって、はいはいというのはもうカル様大好き男なんですよ。本当に好きなんですよね。なんかまあみんなそうなんですけどね。カル様なんですよなんかみんなカル好きだよね魔っていうね戦将軍はもうみんな盲目的にカルが好き。好きすぎてね、なぜだ何なんでしょうみたいな。何がそんなにっていうね。なるほど。それでそうそうですねあまりにも好きすぎてそれが面白く見えちゃって、うんなんかそういうそういう理由そっちの方です。でこれういう2期でまあね監督のそういうお話もあって黒田さんともうちょっとそのなんだろうイングウェイがなんでこんなにカルが好きなのかみたいなのも脚本をそう原作でそんなに描かれてないんですけど、うんまあちょっとその辺もね足そうよみたいないろねいろと話しましたよそうですね。あそれは一つポイントですそうね。じゃあ少し2じゃあね。少しそういうなんかそうですねアニメでそのなんだろう補足するみたいなことは結構今回の2期でもよくやってますね。説得力を持たせるためそうそうなんですよキャラのまあ深掘りというかまうんああんまり深掘りしすぎるとそっちに行き過ぎちゃうのでそうですね難しいんですけうどちょっと補足しようよっていうのは今回の例えばジオンとかもそうですよね。そうですねそのジオンとシェンの関係とかそうですね。あとランが実はシーンのお兄さんだったりするんですけどはいはいはい。まあそういう少しところと補か足というかちょっとね、うん補足したり幅をとか広げしててますね。なるほど全員やっちゃうと100話ぐらい作らなきゃいけなくなっちゃうんで、もう多分数人に絞ったんですけど、何クールあっても足りない全員よっていう足してない足りないね全員足してはいないのでご安心ください。鶴岡さんはい誰推し？僕ね、まあもともともう本当にいろんな好きなキャラ気になるキャラいるんですけど、アニメでもうめちゃめちゃこのなんだろうさらに好きになったなっていうのはマカパインですね。マカパインね。いや魔戦将軍の面白すぎてキャストってもう発表まだしてないんですよ。まだマカパイン言いてはまだ発表してないんで言えないんですけど言いたいな。これだからお客さんにもその、まあ、マカパインのキャスティングの発表を含めて、うんまあ、ちょっとぜひ期待してほしいなっていう。これね俺やっぱ中の人のことだけどさすがだなと思っいやたのあいつ僕もね、うん本当に思いました。うんいやなんか狙ってきたなって感もあって、そうなんですよこのキャラでしかできないっていうね。そうなんですで分かってて、うんなんだろうそのなんつったらいいんだろうなドヤ感というか、うんそれをちゃんとそのギャグになりすぎずに、うん面白さもありそう狙いすぎてない狙いすぎてない、あいつでもねすごい前ほら杉田が、はいはいねうんここゲスト来てくれた時に、はいそれこそそういう役作りがどうとかって話おっしゃまで、ってましたねお話ねおそらくねマカパインの中の人が同じだからすごく作り込んで自分でうんちゃんと理論で固めてうんでそこから現場で引き算にしていくタイプだと思う、俺と逆俺はもうほとんど抜き身でいって足していくこうやってくださいこうやってくださいっていう要求に応えていくタイプなんだけどこの中マカパインの中のやつはねやっぱすごい感じたさすがだなって思いました。ああそうなんかねもう、うるせえよって笑いながら言えちゃうっていうお前そういいもそうなんですよいいよっていうのがねすっごいあるんです。監督どうですかいやマカパインは。やっぱりね加減がすごい難しいなってところで、うんギャグのつもりでやっちゃいけないそうですね基本的にはやっぱり生きてるテンションで笑わすといううんか、確かにもうなんかこのテンション笑うしかないよね。だから生きらしたら本当すごいなこの人って思いました。そうなんですよ生きり方がやっそうなんですぱすごいうまい。うん、なんか褒め言葉です納得でしたねもちろんうんなるほど。いやーだからこれちょっと期待してそうですねねワクワクしてはい刮目してあとそうですねちょっとまあもう楽しみにねそうもう一人言っていいんだったらキャラ的に気になってるのはずっとロスなんですよ。ロスロスっていうキャラがいて結構そんな喋んないんですけど僕原作の頃から結構ロス好きでロスザボスフリードリヒ
これがね、ちょっとねオカマ口調なんですよ。はい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 。ちょっとお姉なんですよね。でそれがねなんかすっごい面白くて、これまた中の人もすごい上手かったんですけど、はい、まあ気になるキャラですかね。気になるのでもいっぱいいますね。谷山さんは僕は、でもやっぱそう言われるとマカパインすごく良かったし、そうですね。僕は思いっきり絡んだのがボルギルボルが後にこう最初まあもちろん対峙して対決するんだけど、一気にこのなんでしょうファンにさせるというか、一気にこう信者にそうなんですよね。取ってかすっていうね、あの感じとかとてもなんだろう、なんか武人らしいですよね。なんかねこうなんだ忍者っぽいじゃないですか。いやなんていうの男惚れするっていうか、男惚れというか、なんか今少ないじゃないですかそういうの。そうですね。なんかこう愛せるというか。ね、愛しいおじさんだなっていう。だからギルもねやっぱこうダークシュナイダーにこう影響されてこう感化される一人になりますよね。そうですね。でもやっぱこのね数多くのキャラクターたちが動くとこもう早くやっぱ見たいなっていうふうには思いますね。モヒハメットね。ヘッドラインね。モヒハメットライン。だいぶ先生適当にモヒはこれだいぶモブ感あるなみたいなね。まあそんなにね出てくるキャラではないので、まあある種まあモブ的なところではあるんですけど、なんか美形キャラそうじゃないキャラそうですね。だから混ぜて。美形キャラもサイクスとかね言いますけど、シェラーはね魔戦将軍で唯一女性キャラなんですよね。僕だからとてもあれですね、先週にも若干そういう話になったけど、8巻から12巻っていうと画風がだいぶそうですね、お変わりになられて、だいぶ変わってくる。特にカルの最後の方なんてカルスだいぶ違いますよね、面相とかが。あの辺アニメではどういう風な表現で？僕的には1期と合わせて1から12巻ぐらいの中でのちょうどいい頃かなと思ってたんで、だからあれですかね、どっちかというと10前後ぐらいから足し引きしてってところで、あとはねこの魔戦将軍が出る話数になると結構みんな短美な方向の男性キャラになってるので、なんか美しさというかそういう部分がすごい出ればいいかなと思って。なるほど。アニメの場合ってやっぱりキャラクターのデザインをあんまりコロコロ変えられないので、ある程度そのもし2期があった場合っていうのを見越してこのくらいのデザインでっていうスタート地点にまずしているのと、2年後経っているので陽子さんとかちょっと年を重ねるキャラクターとかはなんだろう、その雰囲気を少し出してリデザインしてキャラクターも作ってる。そうですね。でカルスは魔導士なんで年あんま取らないんですよ。そうなんですよ。ダークシュナイダーと同じで、だから顔とかはそんな変えてないですけど、ただもともとカルスね出番が意外と少なかったんですよね。1期ほとんどなくて、2期からで2期でやっぱその後半のところ、そのどんどんそのアンスラサックスにそのなんだろうなのなんか影響を受ける時っていうのは表情とかはだいぶ変わってくるかなっていう気がしますよね。なるほど、その辺もね、含めてということ、まあ物量的なこのキャラクターが多くなった時の作画の大変さっていうのもさることながら今回まあさっきねアンスラサックス動かないでほしいって今回いろんなこの人物以外でも戦艦が出てきたり、あとそうなんですよ、キングクリムゾングローリーがこの辺りねちょっと聞きたいんですよね。やっぱりアニメーターとしてはやりがいを感じるところもあるでしょうけども、やはり単純に大変ですね。なのでキングクリムゾングローリーねかっこいいですよね。なんか言いたくなりますよね。言いたくなる、もう中二病式の塊。そうですね。キングクリムゾングローリー、キングクリムゾングローリーに関してはこれ作画するともう大変だろうと、背景扱いにするかメーカーにするかってもう背景の書き込みもすごい細かくて、なんかちょっとこうなんだろう仏像みたいなのが立ってたりとか。そうなんですよ。だからねキングクリムゾングローリーは3D を使いました。そうですね。ただ 3D で見てたら普通の BG 書きなんですけど、線画で起こすのがもう大変なんでデザインの方ですね。骨格をだからもうある程度 CG とかで作って、でまあ当然その寄りの時の背景とかはまた別なんですけど、外観とかはね結構そういう感じで作ってますよね。ちなみに僕がモデリングしました。本当ですか？自分で作りました。ここは第2章ではいいですよそれは。マジっすか？みんな大変なんで動きはね他の方にね、モデル自体は自分でね
おー監督いろいろ何でもできるんですよね。もともと 3D やってたそうんで 3D で撮影監督出身だったりもするので、あとは単純に俺が作りたいっていうねわがままもありますけどいやこれやりましたねでやっちゃいましたね。でアニメ、まだちょっと先ですけど、見てほしいポイントとしてはそのキングクリムゾングローリーで、で実はその原作見たら分かるんですけど、そのビルみたいなものが結構出てくるんですよ。でこれって要は旧世界400年前滅んだと言われている旧世界のものが残ってるってことなんですけど、それがこうさりげなくそのビルの谷間とかでカルとそのダークシナイダーが戦ったりしてるのがなんか近未来 SF みたいな雰囲気もあってすごいかっこいいんですよ。それこそアキラだったりとかサイレントメビウスみたいな雰囲気がその出てきてて、これねアニメになった時にまたすごいねかっこよくなる。そうですね。1期はファンタジー路線っていうところで始まって2期は少し近未来世紀末 SF みたいなアンスラのメカっぽいのとかも結構出てきますしね。これがまた時代性というか80年代90年代のちょっと匂いというかね、もうその時のサイバーパンクサイバーパンクも大好き的なもうアキラとかね細かいビルの描写がぜひ遊び心で森ビルって書いといてほしいですね。バルビゾンとかだって日本だったのねみたいな。そうですよね。ありますよね。滅んだ文明がね400年前の文明がそうなんですよね。それはちょっとだからアニメになった時のキングクリムゾングローリーはすごくやっぱ皆さん注目ですね。気になってるところだと思う。さすがです谷山さん。いやもう着眼点があと戦艦とかね、戦艦もいっぱい出て戦艦いっぱい出てきて戦艦のシーンもねちょっとプラスしてるんですよ。言っちゃいそうになりましたネタバレにならないように。戦艦もだからその漫画だと動いてコマでいけるから結構あれなんですけど、時間軸でやっぱアニメってやんなきゃいけないのであんまりこうパッといっちゃったらなんか間が持たないんですよ。だからやっぱりちゃんとそのキングクリムゾンに向かう描写っていうのを入れないといけないので、だからあの辺も少しちょっと演出的にはねそうですね、見せ場というか見せ場を作ったりとかいろいろしてるんで、ちょっと苦労していった感というかね、そこら辺もちょっと足したりはしてるのでぜひ注目してほしいところですね。まあでもあんな戦艦いっぱい出てきちゃうとそれはそれでも作がやばいっすね。なんかせこい監督になってますけどなんかね大変なことばっかりでね戦艦も多いしねモンスターも多いし、戦艦の中にドラゴン出てくるしもう大変ですよね。あのシーンはもうすごかった。いや見どころいっぱいですね2期はね。だから本当にこれいよいよだから1期が悪い意味じゃなくて壮大なちゃんとした振りになってて、いやこっからさもっと面白くなるぞっていう。そうなんですよ。ホップステップっておっしゃってましたね。加速度的にね。ジャンプ。そうですね。ジャンプまさにジャンプ。まさにジャンプ。ジャンプ特番で谷山さんがめちゃめちゃうまいこと言ってる。そうでしたっけ。そうなんですよ。谷山さんの PV とかご覧になってどうでした？先ほど陽子成長したなっていう。まずね、まず陽子さんってだからダーシのいないこの沈黙の2年間というか間にやっぱ陽子さんは陣頭指揮を取ってね人の先頭を切ってこう行かなきゃいけないっていう立場上やっぱちゃんとなんて言うんでしょうね成長してたし、何よりトモリルもなんか演技に説得力があったというかちゃんと本人自身もまあこう言っちゃ偉そうですけどちゃんと成長してるのかなっていう若手ですからねまだ。トモリルのもうさることながら絵もね本当なんかこうワクワクする期待させるようなどうなっていくんだろうってまだだってその PV だけでは収まりきれない魅力がいっぱいあるわけだ2期には3話分ぐらいしか使ってないんで今公開されてる PV 第1弾に関しては。いやここからまたダーシがねいずれ復活しますよ。物語が動いていって復活する時またかっこいいですからねダークシュナイダーね。いきなりダークシュナイダー節全開って感じでしたもんね。そうですね。そういう意味では変わらずって感じですよねダークシュナイダーは。またでも2期になって1期からまあ最初からギャグの多い漫画ではあったけどこっからでもさらになんていうか絵柄をわざとこうメタ的に崩していって先生がこれをだからどうアニメ化するのかっていうのをうわーわっしょいってこうなんかダーシが誰かぶん投げるとことか完全にあれは当時の90年代なんだろう流行ってたわざと崩しの絵柄だからバットだねよしおくんとか先生のね原作であるちっちゃくなるダークシュナイダーあるじゃないですか。
ねであれも谷山さんね全部やっていただいたんですけど、うんうんあの辺とかもね、だから振り幅どうでした、2期のダークシュナイダーすごかったちょっですよね。と戸惑ったけど、まあ何やってもダーシュはダーシュだっていうふうなことで、まあ望みましたが、ちょっとだから面白がりながらやれたのはもう面白がりながらやるしかないなと思ったんで、そうここまでだからアニメ化で忠実に原作に割とやるんだっていうところで。だからガイドラインはだから割と原作のその表情とかを頼りにやってみましたね、正直。でも良かったですよね。そうですね、ギャグのところも映像にした時そのキャラクターとか背景リアルだからどこまでやろうかってなったんですけども、2期来たら避けれないなってところでもう全開でもう二等身キャラとかその辺の突然入ってくるし、もう思い切ってまあギャグはギャグで振り分けたって感じですかね。むちゃくちゃですもんね。だってちっちゃくなったやつうちでの小槌で叩いて大きくしてみたいなそんなシリアスな中で原作すげえなと思いながら。そうなんですよね。でもなんかだからそうですね、キャストもどうなのかな、本当になんか話聞いてみたいですね、皆さんにね。まだ俺だってお会いしてないそうなんですよね。まあコロナ禍ゆえにやっぱコロナなんで分散収録なんで、その多くてやっぱ4人ずつぐらいしか収録が一緒にできないんですよ。だから谷山さんにお会いしてない魔戦将軍の方たちすごいいっぱいいて、まあ侍もそうなんですけど。そうなんですよ。そうなんですよ。最後の最後はお会いできたっていう方がいらっしゃるとか、ようやくご挨拶できたみたいな。そうですよね。っていうお疲れ様ですっていうのがもう最終回2個前とか。そうですよね。そうですよね。ありましたけどね。これコロナなかったら多分アフレコの最終日なんていうのはもう全員僕数えたんですけど下手したら30人ぐらいいたかもしれない。30人ぐらい大所帯で最終回とかは。通常ならねそうなるはずですけども、もう今入れ替わりですからね。そうコロナじゃなかったらまあとても賑やかなその現場、まあアベレージでも多分15人から20人ぐらいいるようなアフレコ現場になってたかなっていう気はしますよね。まあそれにしてもまあなんというかアフレコのね音響方面もほぼほぼ終わり、あとはもう制作最後までね行き着くのを待つのみということでございます。プロデューサーとして言い残すこととか特にもうそうですね、まあ情報がねまだ全然出てないので、その2期発表したばっかりですけど、まあこれからそのなんていうんですかね、その新キャラの情報だったりとかキャストの情報だったりとか、まあ、あと PV も、あともう2つぐらい、ちょっと分かんないですけど作ろうと思っているので、楽しみですよ。なんか 2,3 個作ろうと思ってるんで、まあ、そういう情報とかもね楽しみにしていただきながら、まあ、僕らはもうとにかく作るというところで、お客様はもう楽しみにしていただいてという風な感じかなと思います。僕もね結構 PV 楽しみなんですよ。あ、そうなんですね。自分で監督したものをどう凝縮してかっこよく見せてくれるかなっていうのがあって、PV はね結構楽しみにしてます。そうですね、期待感を煽るような PV ねできると思いますので、あと2つ3つ出ようかというところでございまして、そんな作品ですけれどもね、バスタード今年2023年Netflixにてもう配信やりますんで、皆さんぜひご期待ください。バスタード暗黒の配信闇のラジオ編。はい、じゃあ普通歌ご紹介します。ラジオネームセリナ呼び捨て希望さんバスタード24話まで見させていただきました。私は作品自体知らなくて気象さんが出演されるとのことで見ていたのですが、母が気象さんと同い年なので知ってたようで一緒に見ました。ここも親子でね。際どいシーンは気まずくはなりましたが、迫力のあるバトルシーンでは圧倒され、面白い逆シーンなどいろいろな面で楽しめました。親子で楽しめる作品を制作してくださったスタッフの皆様やキャラクターのキャストの皆さんにも感謝です。なんか意外と最近の子っていうとあれだけど、親子さんとねこういう際どい見るのに抵抗がないのかもしれないですね。まあやっぱりいろいろそういう作品も増えてきたというか、まあアニメでねセクシーなシーンもよくある時代になってきたっていうのもありますけど、すげえな。でもすごいですよね、親子でやっぱ仲いいなっていう。仲いいなと思う。多分世代もあるんじゃないですかね。僕ら世代だともう本当にアニメ見て大人でも楽しめるぐらいな
感じでもうそのまま大人になっちゃったんで、子供と一緒に見てもね、みたいな。昔はアニメとか漫画とか見てたら怒られてたじゃないですか、そうですよね。でも今のやっぱりそれこそ漫画とかアニメで育ってきてる人たちが親だったら、その辺の許容範囲もね広いのかもしれないですよね。あとなんかメディアもいろいろ広がってきてるんで、隠してももうしょうがないから、そうなんですよ。もう真っ向から見た方が監視できるし、監視ったらなんか変な言い方ですけど、一つの文化としてやっぱすごくこう育ってきてるっていう、その方が安心かもしれないですよ。バスタードはじゃあもうあれですよ、推奨しましょう。もう堂々推奨見なさいと。もうなかなか推奨できるかな。親子ファミリー推奨アニメです。かと海外からもね届いてるんですよ。ラジオネームキャメロンさん。嬉しいですね。I thought I was wild for what もういいか。これはね、この和訳がございます。まだ14歳の私がまたすごいの来ましたね。バスタードを見ているのはおかしいことかと思っていました。というのも同年代の人たちがバスタードのようなアニメを好きだという印象はなかったので、私はほとんど一人で過ごしていることが多く、同年代の子供たちのことをよく知らないので私が間違っていただけなのかもしれませんが、実はダークシュナイダーの声を谷山さんが演じられているという理由だけでこのアニメを見始めたのですが、まさかこんなに面白いアニメだとは思っていませんでした。私は不気味なシーンがあるアニメはあまり得意ではないのですが、バスタードにはなぜかとても愛着が湧いて、最近この作品のことばかり考えていますという、どちらかのね国から。ありがとうございます。おそらく英語ですので英語圏のところでしょうね。アメリカとかイギリスとかかもしれない。ありがたい話ですね。14歳です。14歳のキャメロンさんだからおそらく女性ですかね。でも確かにね、こう結構そのアンスラサックスのところとか、そのなんだろう、グロ表現もね確かにあるんですけど、でもなんかそれをこう吹き飛ばすぐらいのなんかこう爽快なバトルシーンだったりとか、ダークシュナイダーのギャグだったりとか、その辺すごい楽しんでもらってるっていうのはありがたいですよね。嬉しいですね。あんまり陰険に考え込むようなシーンはないかもしれないですね。スッキリもなんか僕の周りの人たち、特に女性の方とかはその漫画よりもなんかそのなんだろう、見やすいというか、そのライトにそのグロいところがそんなに漫画やっぱ画力もあって、その先生の結構グロく、そうなんですよ、先生の画力がすごすぎてそのグロが結構きついなみたいな人も、アニメはすごいなんか見やすかったですみたいなのはありましたけどね。そうかもしれないですね。でもあと世界中の人にねこうやって一気に同時に届けられて、でいろんな反応がやっぱり来てるっていうのはやっぱすごく嬉しいですし、このラジオも英訳して英語字幕つけて配信してるんですけど、そうですそうです。だからなんかもう本当に今日本で作ってるアニメって日本だけじゃなくて、もう世界中で楽しむものだなっていうのが当たり前になりましたね、この本当何十年かで。本当ですね。本当それはもうひしひしと年々感じますね。特にバスタードは本当世界中で原作もファンが多い作品ですから、もともと原作がすごいたくさん翻訳されてる作品ではあるので、谷山さんもだからね海外の方とかでねすごい熱心なファンの方も増えてるじゃないですか。飛行機だけ苦手じゃなければね僕行くんですけどね。谷山さんね多分怖いブルッチマン引く手あまただと思いますけど船で行ったらどうですか。すげえな、長えな船が根気持つかな。谷山さんなんかここ3ヶ月ぐらいいないけどどこ行ったのみたいな。船で行ってらっしゃる、そんなデビッドボーイみたいな、はい、そんな中でございました。本当こちらふつおたの方もね、いろいろ、いろんな国の海外の方からもいただきました。本当ありがとうございました。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。はい、お知らせです。まずは配信情報。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から第24話まで全世界配信中、 BS11 でも放送中です。そしてアニメ第2期が制作決定。2023年ネットフリックスにて配信予定です。ぜひご覧ください。原作情報です。バスタード暗黒の破壊神原作コミックスは1巻から27巻まで好評発売中。デジタル版はジャンププラス、ヤンジャン、ゼブラックで和単位コミックス単位で配信中です。フィギュア情報です。メディコスエンターテインメントより新商品アーシェス・ネイのフィギュアが予約受付中です。ダークシュナイダーと新ハリのフィギュアも引き続き予約受付中です。ぜひ合わせてお迎えください。他にもカイやヨーコなどもフィギュア化企画が進行中。詳細はメディコスエンターテインメントの公式サイトまたは公式ツイッターをご確認ください。
さらに主題歌情報ですね。第1期、オープニングテーマを歌うコールドレインのブラッディパワーフェイム、同じく第1期エンディングテーマを歌うチエルのブレスレスはデジタルシングルとして現在好評配信中。そしてバスタードサウンドトラックも各種配信サイトで配信中です。以上お知らせでした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。 Feeding off the enemies, aiding me to sleep. Are you dreaming of love? バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編エンディングです。番組自体エンディングのエンディングというようなことでございますが、まずはゲストのお二方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いろいろお話できましたね。そうですね、もっと話したかったんですけどね、話足りないぐらいではありますが、間でね、ほら昔のやっぱ世代的に見てたアニメのここはそういうモチーフだみたいな尾崎監督がありましたけどね、そういう話もね、そうなんかもうね喋り出したらねいろいろあるのでね、本当なんか酒でも組み交わしたい気持ちは本当に強いですけど、好きなアニメベスト3とか聞いてみたいです。これまた絞るの大変ね。大変ですね。いっぱいある。俺アキラ入るかな。やっぱアキラは入るな。やっぱアキラの最初のなんですか。バイクのチェイスのシーンでテールランプをああいう表現したのってすごいですよね。かっこいいですよね。あれもうみんなやりたがってんですよ。もう作画でやったりね、あと CG でやったりとかやり方はねいろいろ今あれなんですけど、当時やっぱすごいっすよ。あれはかっこいいな。ネオ東京とかあとやっぱ僕王立かな、王立宇宙軍僕大好きの第一線の街並みの雰囲気とか全く異世界を作り上げてしまったっていうね。打ち上げシーンとかも結構好きで、これ CG かってくらいすごい。あれ安野さんが全部手書きで一枚一枚書いてるんですよね。すごいっすよ。やべえおた話になっちゃうね。氷の破片のね。そうあれ安野さんが一個一個書いてる。おた話です。止まらなくなっちゃう。止まらなくなっちゃったけど、改めてお二方からですね、どうでしょう、バスタードファンの皆さんにメッセージ、まず鶴岡プロデューサーから。はい、ありがとうございます。ラジオすごいたくさんゲスト谷山さんとゲストでお話しいただいて、でなんかそのキャスト側からとかの話もすごく聞けたし、あと谷山さんがやっぱりすごいいろんな話を引き出していただいたので、なんか本当にラジオもいろんなお話が聞けたし、あとやっぱ世代でその安本さんだったりとか杉田さんだったりとかの世代のその思いと、それから楠木さんとか遠山さんみたいにその若くて、このアニメで初めてそのバスタードに触れたっていうところからのその感覚を持ってその今のお客さんにお勧めしていただいたりとか、なんかいろんな世代の人がそのバスタードの捉え方が違うし、楽しみ方も違うんだなっていうのもすごく思ったので、これからもね2期もありますし、よりねたくさんの人に見ていただけるとありがたいなと思っております。本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあ続きまして尾崎監督からも一言。はい、ですね、いよいよですね、もうキャラマ増えつつモンスターも増えつつ2期がやってきますよ。増えてきますけども、なんかねいろいろそういうのもあるんですけど、これ意外と真面目なこと言いますけど、それだけじゃなくて意外と少年漫画の真髄というか、本筋のところに行くところでもあるんですよ。友情だったりとか、友情努力勝利かもしれないですね。それこそやっぱりジャンプ。そうなんですよ。まさにそこをね表現しきるステージかなと思ってまして、そういう意味ではもう皆さんその一生懸命そこに向かって一途にやっていただいて、それがまたファンの方にね、伝わることを信じてずっとやってましたんで、いろいろと皆さん見て感動して涙流してハンカチ用意してそんなに喜んでもらえればいいかなと。これ大切な言葉いただきましたね。はい、お聞きの皆様方本当ありがとうございます。これからもバスタードよろしくお願いいたします。本当
本当ね監督のおっしゃる通りで、もうねダークシュナイダーの演技すごいいいんですよね。もうありがとうございます。本当に2期のそれこそ後半の、谷山さんの演技も本当に注目してほしいなっていう思いますね。そうなんですよ。もうやれることは全部現場に落っことしてきましたので、あとはもうね作品の完成を、もう一度僕ら関わっているものを含めてですね、心待ちにするだけですので、尾崎監督どうぞよろしくお願いします。いえいえ、皆さんこれからもよろしくお願いいたします。はい、じゃあ私からも一言というか、本当番組、やらせていただきました。ありがとうございました。まず何より作品があってのこの番組だったわけでございますけれども、繰り返しになりますけれども、本当にいろんな方をお呼びして、バスタードという作品をさらにこう深みを出すというか、掘り下げると言いましょうか、この番組のおかげで、作品への理解度がより増したみたいなことをもしそういう一人でもそういうリスナーの方がいらっしゃってくれるんであればやった回もあろうかというものでございました。また、一旦の今回、番組最終回ということになりますが、まだ分かんないですよね。ひょっとしたらお耳に書かれる、お目に書かれる、また2期の時期にね、あるかもしれませんし、ということです。何にしてもアニメ2期はまだこれから始まったばかりでございますから、ぜひ作品、ご視聴いただいてですね、あなたの人生の何かの影響を与えられる、ようなそうになることを僕も願っております。以上ですかね。それではアニメ2期でお会いしましょうということでございます。お相手はダークシュナイダー役の谷山紀章でした。またね。またね。またね。ダムだダムとダメだろっていうねはい、あら、これはありがとうございます。谷山さんお疲れ様です。どうもありがとうございます。お疲れ様です。いえもうどうもありがとうございます。そっか、最終だから。そうですね。ゴジバありがとう。僕も早速開けるタイプです。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に。ありがとうございます。いやいやいや。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りしたぜ。